この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。ポップで楽しげなイラストですよね。ゆるるさんの作品名は炎属性。斉藤直樹さんはじめまして。僕は将来イラストレーターとして活動していきたいと思っています。斉藤直樹さんの動画を見て勉強しているのですが、思うように上達しません。なので添削を依頼しました。僕はこのイラストを描いた後、なんか印象に残らないなと感じています。なので、すごく抽象的ではありますが、印象に残るイラストにするにはどうすればいいのか教えていただきたいです。あと、アイビスペイントを使って描いたので、レイヤーを分けることができませんでした。すいませんでした。言ってほしくないことは何一つありません。辛口でお願いします。とのことです。ゆるるさん、ご応募ありがとうございます。まずですね、言ってほしくないことは何一つない。辛口で言ってくれっていうね、その心意気、尊敬します。自分だったらね、プロに対して同じことが言えるかなっていう風に考えたんですけど、僕結構小心者なので、多分、ゆるるさんみたいに言えないと思うんですね。そこがね、素直にすごいと思いました。あと、絵に関してもとても工夫に溢れていて、とりあえず試してみる。実験が溢れているところがあって、言葉だけじゃなく、そのチャレンジ精神が絵にも現れていると思いました。すごくね、気持ちがいい絵だなっていう風に思いました。ただですね、その実験が今のところ空振りしているところが多いんですね。絵をよく見せるためのアイディアをいろいろと絞り出してはいるんですが、例えばですね、こういう背景の処理とか、あとはこういうパーティクル表現ですね。それとこういう線で流れを作る表現とか、こういうのをいろいろやってはいるんですが、その一個一個のアイディアがちょっと自信なさげな感じがしています。でね、多分ゆるるさんも漠然とですけど、その部分を気にしているんじゃないのかなって思うんですね。パッと考えたアイディアを絵にしてみたけど、少し物足りない感じがするから、これも描いてみようかな。まだ見栄えがしないから、じゃあこれも描いてみようかな。みたいな感じで、ちょっとずつ足してって、で、最終的に、これでいいのか悪いのか、ちょっとわかんなくなっちゃったなっていう状態に陥ってしまうっていう、これね、すごくわかるんです。で、それってなぜそのようになるかっていうと、一言で言うと、ゆるるさんの絵にはメインディッシュがないからなんです。メインディッシュ、つまり、今日はこれを食べに来たっていうね、料理の中央にドンと据えてある、それを見た瞬間、わってテンションが上がってしまうようなハンバーグステーキみたいなやつです。それがないからなんだか印象に残らない感じになっちゃってるんですね。なので今回のテーマはメインディッシュを作ろう。これをテーマに添削を進めていきたいと思います。それでは早速やっていってみましょう。じゃあまずメインディッシュ。いきなり考えちゃうんですが、今回のキャラクターは炎使い。炎を使う炎の魔法使いちゃんですから、メインはどう考えても炎になりそうですよね。なので、炎をとりあえず大きく激しく描いてみましょう。はい、ちょっとですね、渦を巻いているような感じで激しく炎を描いてみました。炎を大きく配置するために少しね、手も下げてみました。で、これだけだとなんか普通な感じなので、どうしようかなっていう風に考えたんですが、よく見てみると、この子、ほら、髪の毛の先が赤くなってますよね。これって多分、髪の毛の先が炎に変化しているからだと思うんです。これを活かしましょう。どうするかっていうと、こうします。はい、さっき描いた炎とつなげてですね、
髪の毛が炎になってそれを操る女の子っぽい感じに仕上げてみました。これがメインディッシュになります。この女の子を魅力的に、そしてこの炎をよりかっこよく描くことが今回の目標。それ以外の要素はあくまでサイドディッシュ。必要な付け合わせは添えるけど、いらないものは極力排除するっていう考え方ですね。まだちょっとね、髪の毛が雑な感じなので、少しだけ今描いた髪の毛の部分、整えていきますね。はい、こんな感じ。でですね、ここから一旦キャラクターを離れて背景に移っていくんですが、背景がね、こうなるっていうのも僕すごくわかるんですよ。画面をこんな風に色面で分割していって色で塗り分ける。これね、僕もよくやりました。ですが、いいですか？こればかりやっているとですね、絵って上手くなりません。これなぜこうなってしまうのかというと、目指すべきイメージがないまま描き進めているからです。色を塗っていく際に一番大事なのがイメージです。描いていく前、もしくは途中でもいいんですが、イメージを作らなければいけない。楽しいイメージなのか、激しいイメージなのか、怖いのか、楽しいのか。それによって色っていうのは変わってきます。それがあまり明確に決まっていないまま描き始めてしまうと、どうしたらいいのかわからずに漠然と色を塗ってしまうことがあります。今回のキャラクターはですね、今の時点ではまだちょっとどういう印象のキャラクターにしたいのかわからないんですが、例えばですね、眉毛のニュアンス。これがね、片方上がっていたり、あと目が赤かったり、あとはちょっとね、ここにタトゥーが入っていたりして、ちょっと怖めの印象もあるんですよね。あとはですね、黒い服っていうところもあって、少し怖い魔女みたいな雰囲気にしてもいいのかなっていうふうに思いました。なので、背景もそれに合わせて少し暗いイメージを目指してみたいと思います。まずはですね、進め方のポイントとしては、全体の色味を一旦決めてしまいます。はい、全体的に暗い色にして、炎の周りだけ少し炎に照らされてぼんやり明るくする感じにしました。炎を引き立たせるには基本的に背景は暗い方がいいっていう、そういう狙いもあります。で、ただちょっとこれだけだと寂しいので、どうにかしたいですね。なので、元のこの直線のイメージ、ニュアンスも取り入れて、こんな感じでもいいかもしれません。やってみます。はい、キャラクターに関係あるエンブレムのようなものを考えて、それを並べて配置してあげても見栄えがすると思います。この子が所属する寮。まあね、グリフィンドールとかスリザリンとかね、その寮のエンブレム、そういう感じでしょうか。こんな風に、この子に関係するモチーフを取り入れていって、この子にはあまり関係しないモチーフを排除していく。そんな感じの考え方ですね。さっきの絵と比べると、この直線的なイメージは取り入れたいけど、いまいちこれだとこの子と関係性が薄い。だから、この子と関係性の濃い、こういうエンブレムを作ってですね、これを使って直線を取り入れていく。そういう絵作りをしていくわけです。なんかね、そう考えると、いろいろな要素を組み合わせながら、キャラというピース、背景というピース、そして色というピースがうまい具合にはまるところを模索していく感じです。そういう意味で考えると、絵ってパズルみたいだなっていう風に思うことがあるんですね。はい。背景はこんな感じで、またキャラクターに戻ります。実際に絵を描くときも、こんな風に背景を考えたり、キャラクターを考えたりしながら、全体的にまんべんなく進めていくのが理想的ですね。まずはですね、ちょっとこれは、ゆるるさんの癖だと思うんですが、おそらくキャラクターの向かって右側、この右側がですね、少し上に上がりすぎる癖を持ってるんじゃないかって思うんですね。それが原因で右肩が少し上に上がりすぎているような感じがしますので、そこを自然に調整していきます。
はい、こんな感じですね。そしたらですね、ちょっと腕のつながりがおかしくなってしまいましたので、ここも自然にしていきましょう。はい、こんな感じです。手の表情も若干魔法を制御するような力が入ったような感じに調整してみました。あとは腕に入っているタトゥーなんですが、これおそらくですね、炎のマークなのかなっていうふうに思ったんですが、今少し炎だって分かりづらいような感じの形になってしまっているので、そこを分かりやすくしていきたいと思います。あとはですね、体を直したので、ついでに少し気になっている服のデザインについてなんですが、このね、ラインの入り方、ここに少し変化があっても面白いかもしれません。例えば、こんな感じでしょうか。はい、ちょっとですね、服のラインが黄色だと、どっちかっていうと、炎属性よりも雷属性みたいにも見えるので、炎属性っぽい赤に、もしくは、この子が所属するような量は、怖い魔女が所属するような量な場合には、紫とかでもね、いいと思うんですが、この子のイメージに合わせて、そこは考えていきましょう。あとはね、ラインの本数とか、あとはこのラインを端に寄せるのか、少しね、内側に寄せるのか、これだけでもね、バリエーションを出せます。さあ、この段階でですね、最初の段階と見比べてみると、ほら、まだ途中なんですが、見てください。最初はこの背景とか、あとはこのパーティクルだったりとか、斜めのライン、こういう一見この子とあんまり関係が薄いようなパーツが画面の多くを構成している状態だったんですが、こんな風に絵のメインディッシュは髪の毛が炎になっている女の子ですっていう感じでね、もう一言でこの絵を言い表すことができるようになりましたよね。これが絵のメインディッシュを考えていく時の基本です。ここに味付け程度にいろいろなものをプラスしていくのはもちろん OK ですが、まずはメインディッシュ。これをね、しっかりとお皿に盛り付ける。ここを強く意識すれば、ゆるるさんの絵はすごく魅力的になるはずです。でですね、最後に顔の部分。まだもうちょっと怖い感じのイメージが表情にまで現れていないので、そこを少し反映させていってみたいと思います。まずはですね、髪の毛の炎を操りながら、こちらに怪しい笑顔を向けているような、そんな感じの表情に直してみます。はい。目線もこちら側に向けつつ、口元をニヤッとさせてみました。で、さらに影も少しつけていってみましょう。はい。影をつけたことによって表情の裏に企みがあるような、そんなニュアンスを追加できたと思います。あとはちょっと細かいところなんですが、髪のハイライトも少し調整します。はい、髪の毛のハイライトは中心にボリュームが来るように調整しました。こうした方が顔の印象が強くなって、よりメインディッシュに目が行くようになると思います。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に
変化しました。いかがでしょうか？背景のね、色味がかなり変わっていますので、イメージがね、全然違うと思いますが、はい、最初から見ていきましょう。今回の添削のポイントはですね、書いていてなんだか印象が弱くなってしまう、印象が残らない、そういう場合には絵のメインディッシュを作ろうというポイントに従って添削を進めてまいりました。で、今回のメインディッシュ、どこにするかなんですが、このね、髪の毛の先っぽが炎に変化してましたよね。これがね、すごくかっこいいと思いましたので、ここをメインディッシュに据えて、こんな風に絵を見た瞬間に、あ、髪の毛が炎に変わっている女の子の絵なんだ。そんな風に魅力を一言で伝えられるような、そんなモチーフがメインディッシュになるんだよっていうことをお伝えしました。で、ここからはさらにですね、このメインディッシュをさらに引き立たせる演出をつけるという添削を進めてきました。まずですね、背景ですね。背景が少し女の子と関係が浅いような、この直線で構成されていましたので、これをですね、まずは炎を引き立たせるような、こんな暗い色にしつつ、この直線もですね、関係のない直線ではなく、女の子が所属する寮のエンブレムのようなものを作ってですね、その直線で構成していきました。あとはですね、ちょっと細かいところなんですが、ゆるるさんは少し右肩が上に上がってしまうような癖を持っていると思います。その癖を、少し修正しつつ、あとはこのタトゥーですね。タトゥーもちょっと炎かなっていう風に思ったんですが、違ったらごめんなさいね。これが炎だっていう風に分かりづらかったので、炎だと一発で分かるようなタトゥーの柄にしてみました。で、最後、さらにこの子がどんな子なのかっていうのを分かりやすくするためにですね、こんな風に、企みのある笑顔にしつつ、キャラクター性をより分かりやすく、どんなメインディッシュなのかっていうのをね、より分かりやすく演出してみました。今回の添削ではメインディッシュを作ろうということで、この絵はこれをしっかり食べてほしいっていう絵の売りになる部分の作り方について解説してきました。いかがだったでしょうか？でもね、ここでじゃあ絵のメインディッシュってどうやって見つければいいのっていう疑問が浮かんでくると思うんですが、それについてはこちらの動画、これで僕はプロになれた上達のための3つの行動、こちらを見ていただくと絵のメインテーマを探し出すための観察眼の上げ方について理解していただけると思います。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。